学習能力って言ったら自分がすごい上からなんですけどはすごくあるから、どんどんいろんな人の話聞いたらもっと脳内がキラキラするのかなって思いましたね。なんかバカっぽい発言。田中さんはその年収とか弁護士は置いておいてどんな大人になりたいですか？お金を持ってていい大学に出てて、性格だったらこんな感じの人、明るくて友達が多くて飲みに行きたいって言われるような人になりたいとかね。それは なりたいですけど、経験とかで培っていけって言われても青春とかって結局なんか一時的なものだとは思うので、今はその時間じゃないとは思ってて、俺は子供の時にリンカーン聖徳太子とかエジソンとか坂本龍馬みたいな物語を見て、大人の作ったルールをぶっ壊した人がヒーローだというふうに学んだから、ぶっ壊しまくってんのよ俺ね。だから絶対に大人が作ったレールは絶対もういらないと思って避けてきたけど、彼は逆にもう文科省とかなんか東大とかね、弁護士業界とか作ったレールぴったりこう進むから、すごいロボットみたいでいいなと思うよ。感情もなさそうだし。今井さん青春一時的とおっしゃってましたけど、一時ですか？いや全然中学高校の時の友達。思い出とかってやっぱどんどん素敵なものだから、この時こうで楽しかったなとか、音楽聴いたらそれを思い出して、わあ楽しかったなとか、やっぱハッピーな気持ちになるから、思い出も大切にした方がいいと思うし、若い時振り返って勉強しかしてなかったら、お友達と喋る時も俺勉強しかしてないからでもうコミュニケーション終わっちゃうし、やっぱ経験の話とかもどんどん自分が子供できたらパパ何してたのって言って、勉強だったらつまんないパパになっちゃうから、ある程度経験はしてった方が将来もいろんな人に好かれるポイントにもなるし、自分のなんていうんだろう、エピソードトークもできて、人とのコミュニケーションとかもしやすくなるから、経験もちょっとはした方がいいかなって思います、ね。こういう人って走馬灯を何見るんですかね。勉強だよ勉強。でもまだ17歳ですからね。寝てる間も勉強してる。僕の小さい頃とか知ってるから、全くない笑顔で笑ってる顔とかめちゃくちゃ好きなんですよ、僕。想像つかないですね。こうやって喋ってる間に、ちょっとずつ柔らかくなってきてて、本当はすげえ素直でいいやつなんですよ。もっと自分に素直でいいってほしい。そうなればなるほど東大が遠のいてくから、しばらくいいよ今のままで。シャットアウトして東大頑張れって感じ。僕ね、本当に受験勉強の時に話しかけんなと思ってましたよ。はい、昼休憩とかでみんな机合わせてご飯食べたりしてるじゃないですか。僕は一切それせず勉強してました。でぐらいなんかちょっと狂ってやる時期も大事なんで、僕は今は肯定で、その努力したことを将来応用してほしいってだけです。東大出てうちの会社に入社してゾスって言ってたらすぐ治るよ。いろいろ。確かになんか大切なもの戻ってくる気がするね。東大が全てじゃないと思うんですよ。だから本当東大全てって感じになっちゃってるから。いやでもそう思わないと達成ができないんで、それは大事で、目標としてとかマインドは思ってるのは大事です。これが東大じゃなくてプロ野球選手だったら野球以外やるなって言わないと思うんですよ。それは言わないです。だからですよ。だから東大っていうものになると世の中の大人が過敏になんか反応するのは、彼が言う通りコンプレックスみたいなもんですよ。周りに押し付けるのがダメってことなんですか？そう、俺も多分東大行けたもん、高校1年生の時の偏差値だったら。でもテスト全部0点取って自分の道でを作りたいと思って、テストなんてやるかって、そう作られた問題だっつってね、俺がテストを作るみたいな。東大もいいけど、だから翔太の今の気持ちを本当はどう思ってるんだっていうところも揺らいでると思うんですよ。周りにいる友達と本当は遊びたいと思ってるってことですか？絶対そうだと思うんですよ。それは思ってたな、俺も。勉強頑張る方も思ってる。だけど強がんないとなんかいられなかった。もうね、松田さん接近禁止にした方がいいよ、本当に。そう、余計なこと言うから。あと 1,2 年ほっとけば東大入ってで1年に1回ぐらい会って「どうだ?」っつったら「いやおじちゃんちょっと遊び教えて」って言ったらやってあげればいい。いや今井さんそれもったいないっていう部分もありますもんね。だけどもうなんかここまで頑張ってるんだったらそのまま突き進んでくれた方がなんか
すごい人になりそうだから、俺は頑張ってるからっていう気持ちを他人にぶつけないで、俺頑張ってるから自分はどんなの頑張ってるのみたいな感じで、なんかそれをエピソードトークにしてみんなとコミュニケーション楽しんで、なんか笑顔とかもあったらすごい楽しそうに生きてるからみんな言わないのかなって思う。勉強頑張って東大入って一つにしたと思うんですけど、今しかできないことってやっぱあるから、知らずして過ごして、今を過ごしていくのはもったいないっていう。東大がもしダメになった時にどうするのとか、浪人してまた東大行けばいい。そこまでやってほしいがあるかとか、例えば今は親が敷いてくれたレールの上歩いてるけど、敷いてくれる人がいなくなったらお前どうすんだよっていう、僕の中でだった心配があって。それはまあで誰かがちょっと遊び行こうって言ったら遊び行きますか？勉強の時間だけどちょっとカフェ行こうよって誘われたら遊び行きますか？今の話聞いてると勉強の時間そんなに減らないんだったら1時間足んなかったことで東大が落ちちゃったら嫌じゃん。でそんなバカじゃないでしょ、勉強してたらその1時間だけで落ちるほどの、本気で東大目指したらその1時間のせいでって多分思うんだと思うよ。息抜きなんかいらねえよ。ずっと勉強で今んとこはいいと思うけど、あと努力の方向性間違ってるわけじゃないから松田さんが邪魔なんだよ。松田さん、いやいやもうそう確かに余計なことは言い過ぎ。大事な大人松ですよ。田さんのせいで上智とかになっちゃったらどうするの？おいそれはちょっとおーって感じですよ。勉強頑張りすぎてきつくなってちょっと鬱になっちゃったりしたらどうしようで、そこのケアですよね、言ってんのは。そうなった時に助けてあげたらいいじゃないですか。なってからで多分遅いですよ。その時は松田さんとかにいやそれでいいんだ駆け込んと思うで一緒にキャンプとか連れてってあげる。そうそうそう。全然そんなん行きますよ。今だって。でニジマスでも釣ってさいや、今井さんなってからじゃ遅いって。で鬱とかになってから遅いから、そういうケア大丈夫っていう心配をしてるから、ちょっとなんて言うんだろう、息抜きでやっぱ誰か誘ってあげて、行かないって言ってもこう引っ張って楽しさを教えてあげれば、自分からちょっと楽しいから行こうかなってなる道を一旦そこのレールを引いてあげたら。じゃあ田中君2択ね。松田さんとアンジェさんからキャンプ行こうって誘われたらどっちに行きたい？そりゃね。それだけ聞きたい。ちょっと松田さんなんでよそこは人の心があるんだ。男というより思春人の期ですから心だ。でも社長たちから松田さん接近禁止令が先ほど出俺もましたそう思う。本当邪魔しないでほしい。時間を奪わないでほしい。僕が関わりますよ。パネリストの皆さんは今日だけだからちょっとね、人事で言ってるんじゃないのみたいなことがあるんですかね。そうですね。今日はこういう状況もあるかもしれないけど、目つきが悪いとかって言われちゃったりとかするし、本当はそうじゃないっていうところをいっぱいって思ってやつなので、これ座から見て僕も言われても、もっといい目引き出したい。じゃあ笑顔が戻ってきてね、なんか何してんのって言ったら、ちょっと今ジブリ見てるみたいな、そういう子になっちゃって、もし上智になっちゃってもいいんですか？だからおいおいおいでも幸せならいいですよね。幸せなら。だから勉強しなきゃいけないから、自分の人生をきつくしなくちゃいけない理由もないから、勉強もしつつ人生楽しんだら、多分松田さんも何にも言わないと思うから、もうちょっと人生楽しんだら誰も何にも言ってこアンジェがないと思う。こんなに言っても反応しないのは無理だよ多分。目が優しくなってるから、言ったらだって分かる人だから、頑張って伝えたいと思う。アンジェていうか松田さんがこうやって介入してる理由って、田中さんが絶対に東大に行きたいっていうよりも、親に言われて言ってんじゃないかっていう心配な部分があるから、お前本当にこれでいいのかって入ってくるわけであって、田中さんが本気でもう俺は東大を目指します、だから今遊ぶこととかいりませんっていう腹が据われば、別に松田さんも入ってこないと思うんですよ。そうなんですよ。だからこいつが本当に東大に自分の意思で行きたいって思ってるんだったら、俺は頑張れって言うんですよ。そうじゃないところが見えるから、本当にいいのかって自分で決めろよって思ってるんですよね。東大行こうって思う前に何か夢とかあったんですか？歌手とかかっこいいな。いろんなお仕事があるから、それだけじゃないから一回考えてみて、東大ってなったらもう勉強してくださいってなるけどっていう話だと思います。ちょっと違うのもやりたいなと思ったら、ちょっとそっちの経験もやりつつ勉強とかの方がいいのかなって思います。勉強以外に得意なことあるんですか？歌うこととかも好き。カラオケめっちゃ出たもんね。才能がもしかしたらあるかもしれないから、ちょっとボイトレ行ってみたりとかもいいし、歌手になりたいんだったら。こいつめちゃくちゃ歌うまいから、経験としてやってもいいと思う。東大受かってからでもできるんでね。東大行って歌手かっこいいじゃん。とりあえず東大目指していいんじゃない？シンプルに。けど他の選択肢もあるなって柔軟に考えられればいい。そうまず親に言われたつのはどうでもいいから東大行こう。努力東大できるやつ強い行ってからな。18、20歳ぐらいになったら、こういうアンジェちゃんみたいな人がニコって
から話してくれたらブスッというね顔はちょっとやめようよ本当にそれは男の子っぽくない、かっこよくないよ。東大を目指すことはいいことだと。ただこの本当に自分が東大に行きたくて今勉強しているのか、今一度考えてみるっていう気持ちにはなりましたか？勉強はしたいかって言われたらもちろんしたいです。でも周りに押し付けるのは確かにそのこと、そういやすごっ。人それぞれでいいんだよ。すごい成長だよそれだけで。やりたいこととかも他にも探してみても、だから自分でやりたいことができて親が押し付けてきたら押し付けないでって言って反抗してもいいんだよ。他の人の努力を否定しない方がいいよねっていう。いろいろ心境の変化も見られたところで、東大の友達もっと増やしたいもんあ、お友達になる予いや定だったんですね。すごい偉くなってさ、官僚とかさ大企業とかさ、そういう人との人脈増やしたいから。もしどっちの道選んでも私たちは応援してると思ってください。そろそろ討論も終了の時間が近づいてまいりましたので、お一人ずつ、エールなのかメッセージなのか今日の感想などお話聞いていきたいと思います。今井さんお願いします。自分は子供を持つ親として政府が今進めている公的医療保険の社会保険料の増額、つまり独身税には賛成をしています。独身税に対して反対っていうのはそうなんですけれども、自分たちがジジイとかババアになった時に、じゃあその子供たちが支えるって言った時に人数少なかったらどうすんのっていう。子供たちに自分の未来を支えてもらう形になるので公平にとってもらう、それがあるべき姿、社会のあるべき姿だと思います。ぐちゃぐちゃ考えてるのが間違ってるんだよ。財政運営の見直しっていうのが最終的に必要だと思うんですけれども、無駄なことめっちゃ多いじゃないですか普通にやってて。独身者の老後の負担も子供たちに課すっていうのはやっぱり不公平じゃないかなと思いますね。不公平とは思わないですけどね。子供を持つことが社会の貢献だと。独身者ってその部分貢献してませんよ。欲しくてモテるものじゃないから言葉は気をつけた方がいいかな。最初の時よりか顔の表情も柔らかいし、なんか頑張りますって前向きな感じで、ちょっと話しただけでもこう頑張ろうと気持ちになる人なので、もう自分の夢が東大だったら一回東大行ってそこで歌手になってもいいし、なんか弁護士だけじゃなくてもいろんな道があるってことを頭の片隅とかに入れてくれたらいいなって思いました。はい、山本社長。はい、自分が東大目指したいければ東大目指す。でその代わり周りの人に東大行けとね強要しない。で松田さんもいろいろ強要しない、うざがらみしない、ね、それぞれ好きに行きましょう。はい。瀬能さんお願いします。はい、私も東大に行く努力は到底できる人間じゃないので、田中さん応援してますっていうのと、松田さんも田中さんのサポートを見守ってあげれたらいいのかなと思ってお二人のことを応援してます。ありがとうございました。はい、小徳さん。今日決めた感じは才能だと思うんで、受験勉強だけじゃなくて他にも応用し聞いたらね、かなり活躍できる人材だなってすごい思ってるんで、受験の結果報告気になりますね。5年後10年後またお会いできたらな面白いかなと楽しみにしてます。はい、さあコーディベーター松田さん。最終的に翔太が自分で決めた未来だったら全力で応援しようと思っているので、自分で選んで道を切り開いてほしい。それが結果東大だったとしたら頑張れって何でも僕は全力で応援します。17歳田中さん。話す機会が勉強ばっかりでなかったので楽しかったです。嬉しい。こんな可愛いこと話すこともめったにないからね。5年後10年後お会いしたいですね。活躍を期待しています。本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。